それほどでもないゲーマーチャンネル、フェイトサムライレムナント、1周目終了感想編。今回は2023年9月28日にプレイステーション、スイッチ、Steam にて発売されたフェイトシリーズ最新作、フェイトサムライレムナントの1周目クリア感想動画なのだ。フェイトステイナイトやフェイトグランドオーダーで人気を博しているフェイトシリーズの最新作だね。そう、フェイトシリーズの最新作なのだけども、なんと今回の開発は光栄テクモゲームスなのだ。三国無双とか戦国無双などの無双系や信長の野望とかを開発している会社だね。で、じゃあ無双なのこのゲーム？いや、フェイトをまんま無双にしたわけではないんだけど、無双チックなフェイトのアクション RPG という感じかな。フェイトの無双系に近いゲームとしてはフェイトエクステラがあったのだけども、今回は本家本元の無双シリーズを制作している光栄がフェイトを作るということで話題になったのだ。僕も無双シリーズの光栄がフェイト作るの？マジで？って感じだったのだ。開発にオメガフォースと渋沢校あるから本当に無双スタッフで作ってくれてるっぽいね。で、今回はフェイトサムライレムナントの1周目クリアしましたという感想の動画になるのだ。結論から言うと、期待していた3000倍以上は面白かったから、アクション系のゲーム嫌いでなければ幅広い層におすすめのゲームだったのだ。フェイトサムライレムナントが人様におすすめできるのかどうかだけ知りたかった人はもうブラウザバックで大丈夫なのだ。結論早いね。動画の残りは1周目の所感やシステム周りの感想、トロフィーの状況とかを紹介する動画になるから、時間があったら見ていってね。ネタバレは抑え気味に紹介するつもりだけども、過去作のフェイトシリーズのを含めてネタバレ注意でお願いするのだ。揺るがぬ地のごとく。フェイトサムライレムナントの舞台は慶安4年1651年が舞台になっているのだ。江戸時代だね。江戸時代版聖杯戦争ということで、作中では永月の儀と呼ばれているのだ。コトバンクだと永月は満ちている月、満月とあるから何かを満たす儀式という意味で捉えられると思うのだ。いつも通りサーバントを呼んで戦いましょうっていうやつだよね。そうそう、フェイトグランドオーダーというもはやフェイトの顔となっているゲームがあるから、フェイトファンの視点だとどのサーバントが出るのかという視点になると思うのだ。僕、フェイトはステイナイトとフォローアタラクシアとエクストラで止まってるのだけども、いつもの青いランサーの兄貴とか黄金の若旦那とか殺処分先生がとか知ってるのがいるとなったね。知っているキャラが出るというだけでキャラゲーとしても期待できていたのだ。ただ FGO はやってないから、ライダーの声優がなんでネタバレになってるのかはわからなかったのだ。声優がバレるとわかるような FGO のキャラだと思うのだけど、結局正体が分かってもキャラがわからないから僕にはネタバレにならなかったのだ。その他にも馴染みはないけど、宮本武蔵やジャンヌ・ダルク、アルジュナとか人気なキャラクターもいたから、フェイトシリーズに馴染みがあれば自分が知ってるサーバントもいると思うのだ。宮本武蔵もだけど、鎧武者だったり和風っぽいキャラも目立つね。舞台が江戸時代だから和風っぽいキャラを多くしているとは思うのだ。キャラデザの時点で鎧武者かっけーって思ってたけど、動いているのを見ても素晴らしいデザインだと思ったのだ。あとは戦闘終了後のノートモーションとか大内部類とか血ぬぐいとか武士って感じの要素もあってワクワクしたのだ。この辺りはさすがの光栄って感じ。戦国無双や信長の野望を作ってくれてるところだもんね。時代劇ものは光栄にお願いすればよい。よくやったタイプムーン。あとこのゲーム、一番最初に驚いたのはボイスの多さ。ほぼほぼフルボイス。メインストーリー以外でもボイスがついているからたまらない作り込みになっているのだ。ネームドキャラクターはもちろんなのだけども、名前のついていない市政の人にもボイスがついててびっくりしたのだ。物語上ではなくてフィールド探索で話す人もね。一部ないのもあるけど、ない方が少ないというボイスの充実ぶり。フェイトのタイトルである以上はキャラゲーとしても魅力的にしないといけないという本気度を感じて嬉しかったのだ。本当にさすが光栄。ロールプレイを楽しむという点ではすごい作り込みだから、アクションゲーム嫌いな人でもワンチャンあるゲームだと思うのだ。そしてアクション RPG の醍醐味であるアクションバトル。主人公の宮本伊織だけではなく、サーバントと入れ替えて操作可能な要素が面白かったのだ。やなり好きなキャラクターで戦えるという面白さは特別な何かがあるのだ。僕、フェイト EXTELLA をプレイしてなかったから、ランサーを操作した時に感動したのだ。フ
フェイトアンリミテッドコード以外でこんな自由に動かせるアオランサー。主人公とパートナーであるセイバー以外にも動かせるのが魅力の一つになっているのだ。そうしてフェイトファンにはほぼほぼ無条件におすすめできる作品かな。キャラゲーとしても完成度高いのはファンには嬉しい要素だね。あと僕は人間 VS サーバントの図式が好きだったのだ。フェイトはサーバント VS サーバントというのが常だったし、設定的にも順当な図式なのだけども、基本的に敵サーバントには主人公とセイバーのタッグで挑む形式になるから、人間のみで英霊に臨めるのだ。英霊どもを刀のサビにしてやれる図式が僕の中二病心を大きくくすぐったのだ。まだ1周目だけど公式ホームページで紹介されているサーバントは軒並みはっ倒してやれたのだ。人間でサーバントをはっ倒したいという人にもおすすめなのだ。刀を持ってサーバントと戦う、確かに日本人視点だと結構熱い展開かもしれないね。でもフェイトファンにおすすめできるのは良いとしても、フェイトをよく知らない無双シリーズが好きな人にもおすすめできるのかな。無双シリーズが好きということはアクションゲームが好きということでもあると思うから、僕はおすすめしたいのだ。バトルシステムなんだけども攻撃方法は無双と似たようなものなのだ。主人公は通常攻撃の6段攻撃と隠し強攻撃があるのだ。この強攻撃が無双でいうところのチャージ攻撃なのだ。あとは無双ゲージとはちょっと違うんだけど危険ゲージがあるのだ。危険は無双技ほど乱発はできないんだけど、その代わりに大きなダメージが与えられる魔弾手のような技になっているのだ。そしてフェイト要素として魔術、サーバントを呼び出して技を打ってもらう共鳴技、サーバントとの操作を切り替えるなど、このゲーム独自の要素もあるのだ。通常攻撃と強攻撃に関しては無双の知識で扱えて、加えて強力な攻撃要素として他のシステムを使う感じになるのだ。相手の隙をついて殴って各種のゲージを貯めて危険ゲージでまとまったダメージを取る感じになるのだ。戦闘は増票を倒しまくるのではなくて、強力な敵足すちょっと雑魚を倒す感じになるのだ。対サーバント戦は基本的に1体だけ相手、もしくはサーバント足すマスターとの戦いになるのだ。またフィールドもシームレスの広大なフィールドを戦うのではなくて、エンカウントした場所での限られたフィールドでのバトルになるのだ。戦闘の感じとしては最近のゲームだと FF7 リメイクが近いかな。無双系のゲームの中だと比較的無双オロチに近いシステムだと思うのだ。無双のノリで戦えるけど、フィールドやシステム周りはフェイトサムライレムナント独自のものなのだ。コンボ数はないし敵も湧きまくるわけではないから、無双シリーズのようにタクティカルアクションではなくアクション RPG の枠で出しているのは合っていると思う。無双ではないがある程度無双と同じノリでできるという言葉で僕は表したいかな。無双のノリのバトルシステムを引っ提げてフェイトの江戸時代を楽しめる。無双もフェイトも遊んだことある人はこの時点でワクワクできると思うのだ。ちなみにプレイ開始時にもプレイ途中にもバトルの難易度が選べるので、アクションゲームやったことないんだけどいけるのかという人も安心してほしいのだ。僕は最初に選べる一番高い難易度の剣豪でやったけど、剣豪でもアクションゲームに慣れている人は順当にできる難易度だったのだ。まあリトライは結構したけどね、10回以上はしたかな。アイテム選択時や魔術選択時などに時間停止もあるし、慌てずにできる要素もあるから、フェイトやりたいけどアクションゲーム苦手って人も恐れずに挑戦してみてほしいのだ。イージーモードである剣士和物語を楽しみたい人向けであるから大丈夫なはずなのだ。余談だけど難易度に関しては無理して高難易度やってゲームが進められないのが一番時間も情熱ももったいないから、面倒だなと思ったら難易度下げてサクサクプレイした方が良いと思うのだ。難易度を下げてクリアしても悔しさが残ったら自然と難易度上げてやり直したりするよね。そう、挑戦は後からでもできる。まずはゲームを楽しむべきなのだ。なんと見事な。サムライレムナントは RPG としてのシナリオも秀逸だったのだ。フェイトシリーズ、もとい、タイプムーン作品は独自の世界観とストーリーが人気の作品なので、この辺りはさすがのフェイトといったところなのだ。今でこそ普通になったけど、フェイトシリーズは偉人をモチーフにした擬人化の先駆け的な作品でもあるから、偉人をサーバント化しての物語の展開はお手の物だよね。そして、主人公の宮本伊織は体験坊、宮本武蔵の弟子という設定。主人公の設定の時点でワクワクが止まらないのだ。二刀流の主人公が人気になるのは、ソードアートオンラインが証明しているのだ。かっこよくないわけがない。
宮本武蔵といえば二刀流で、二刀流といえば宮本武蔵だもんね。僕は主人公の宮本伊織が本当に好きになったのだ。レミヤシロウっぽい要素もあるけど、どこか塔の式っぽい要素も混じってる感じ。基本人が良いのがテンプレな片付き主人公だけども、ただ無条件に人が良いわけでないのがなおさら好きになったのだ。ちなみに声優は鉄血のオルフェンズ飲みかずき大ガス役の笠井健吾さん。宮本伊織はどこか雲を掴んでいるようなキャラなのだけども、すげえハマってる配役だと思うのだ。タイプムーンは声優さんの配役を間違えないなと感心したのだ。あれ、ずんだもん、遠野式とアルクエイドの声優が変わってブチギレてたよね。もういいの？僕、リメイク付き姫やってないからわからないよ。レコは一体何を言ってるんだい？わかった。私が悪かった。やめようこの話題。まあ、主人公は歴代片付き主人公が好きなら好きになると思うし、江戸時代だけど倫理観が現代のそれに近いから嫌いな人は少ないと思うな。そして話の根幹である聖杯戦争、もとい、永月の儀の成り立ちや参加者の目的、パートナーであるセイバーとのやりとりやハブレ枠のサーバントとのやりとり、そして敵も味方にも入り混じるキャラ背景の面白さ、これはフェイトですねという感じのシナリオになっていたのだ。フェイトシリーズに馴染みがある人は当然面白いと思うのだ。フェイトに馴染みがない人はこのゲームをきっかけにハマるかもしれないね。偉人の擬人化とか女体化といったジャンルに抵抗がなければ面白く読んでいけると思うのだ。そういえば今回のセイバーは何セイバーになるんだろう。白セイバー。水属性っぽいから水セイバーかな。でもアルトリア顔じゃないから普通に名前呼ばれるんじゃないかな。怒られそうなこと言うのやめようね。鋭き水の流れのごとく。フェイトサムライレムナントはマルチエンディングなのだ。各エンディング到達がトロフィーにもなっているので、トロコンする人は見る必要があるのだ。また初代のフェイトを意識してるかのような作りになっているのだ。初代フェイトはストーリーによって生き残るキャラクターを含めて物語の顛末が大きく変わるものだったのだ。まだ1周目しか終えてないから結論は出せないけど、この作品もおそらくそんな感じっぽいのだ。フェイトエクストラはサーバントの違いでエンディングの際が出るけど、やることは変わらなかったもんね。各ストーリーがどうなるのか今から楽しみなのだ。そして初代フェイトと違って中盤からの分岐っぽいから好きなルートからできるのだ。まあさすがに3ルート全く別の物語作るのは無茶だよね。アクションゲームでそれを作ったら倒れる人が出ちゃうかもしれないね。僕が最初にやったルートは本筋にいないっぽいやつのチリ様があっけなさすぎてびっくりしちゃったけどね。お前これで退場なんかって感じだったのだ。さすがに扱いがひどすぎるから別のルートで活躍するんだろうなとは思ったのだ。初代フェイトのセイバールートでもキャスター陣営は舞台裏で退場とかあったよね。フェイトは大元の設定だけでも登場人物を14人は用意しないといけないから、ルートによっては活躍できないキャラがいるのはやむなしなのだ。そして1周目が終わった時のクリアデータ作成時間が約35時間。まさかプレイ時間も初代フェイトを踏襲してるのかとちょっと震えたのだ。35時間はすごいね。まあフルボイスだからかな。プレイ内容としては難易度は剣豪、道中のサブクエストは消化、物探しは最低限だったのだ。いくらフルボイスだからって長いなって感じたのだ。難易度の関係で敵が硬かったのだとしても長い。この長さフェイトっぽいね。初代フェイトもフルポンプに60時間かかるゲームだって言われてたし、すごいところを踏襲してくれたものなのだ。光栄。ボイスなかった時代で60時間もすごいよね。そして1周目は特にトロフィー集めはしなかったのだけども、1周目が終わった時点でトロフィー率は 48%、 2周目でしか取れないトロフィーもあるから周回は前提のゲームだね。トロフィーコンプまでにどれぐらい時間がかかるのかなかなか恐ろしいのだ。ゆっくりやろうね。だがこのボリュームの多さとは別にフェイトサムライレムナントは有料 DLC の販売が決まっているのだ。追加のストーリーやキャラ、その他各種が追加される DLC は現在3種類予定されているのだ。元とのボリュームの多さに加えてシーズンパスによる追加の要素の約束。フェイトサムライレムナントは末永く楽しめるゲームになっているのだ。各種 DLC がセットになっているシーズンパスが発売中。お値段シーズンパス6600円、 DLC 単体販売2618円。ちなみにフェイトサムライレムナントの本体は
お値段メーカー希望価格9680円。本体とシーズンパスのセットであるデジタルデラックスエディションはお値段メーカー希望価格17028円。さあ今すぐプレイステーションストア影尾に行ってこの大ボリュームの神ゲーをプレイしよう。とはならないだろう。ずんだもん。改めて値段を聞いて私びっくりしちゃったよ。本体のね1万円近い値段はまあわからなくのもないのだ。1周目の時点で感じるこのボリューム、手応えのある戦闘システム、キャラゲーとしての魅力、納得。発売前に忌避しててすいませんでしたと言わざるを得ない。でも DLC シーズンパス6600円って色々な意味ですごくない？ものによるけどゲーム1本買えるよ。僕は驚愕したのだ。ほんまかって。シーズンパスの値段としてはそこまで例外な値段ではないよね。でも本体の価格がしっかりしているから合算すると驚愕する値段になるんだね。 DLC に関してはまだ本編が終わってないから最終的な判断は出せないのだけども、結構ショッキングだったぞ。僕がやったルート、他のルートのこのノリだと僕は泣くぞ。そして僕が求める大断円ルートは DLC でなんてされたら僕は泣きながら買うぞ。商売うまいなタイプムーン。さすがのシナリオ力なのだ。面白かったのは事実だから悶々とするんだね。 DLC 買うかどうかの判断はちょっと保留でお願いします。また来るがよい。っていうことで今回はフェイトサムライレムナントの1周目終了感想動画だったのだ。バトルシステムは無双好きなら間違いなく面白いと思うからマジでおすすめできるし、シナリオもさすがのフェイトという味のあるシナリオなのだ。今のところはプレイできてよかったと思うゲームなのだ。逆にアクションゲームが嫌いな人以外でプレイをおすすめしない人っているの？改めて言うけどフェイトは偉人の擬人化、女体化の先駆けなのだ。この辺りの要素が嫌いなら本当にプレイしてはいけないのだ。絶対に幸せにはならないのだ。主人公の好みに関してはまだ僕が全部を終えていないから結論は出せないのだけども、歴代の片付き主人公が気に入らないなら厳しいかもしれない。ファンタジーの主人公としては一級品だけどリアリティがあるかと言われると議論の余地がありすぎるしね。僕はマジで好き。二刀流本当にかっこいい。キャラの好みに関してはやらないとわからない部分が大きいよね。あと僕は抵抗がなかったけどサーバントは絶対に人間を超越するものと感じてる人は解釈違いかも。主人公でサーバントと戦えるのだけどもゲーム上でもシナリオ上でも真正面から勝負してるからね。人間がサーバントに勝てるわけないだろとなる場合は解釈違いになるかも。僕はサーバントをはっ倒せて楽しかったけどね。まあストーリーを追うだけなら今の時代は配信とかしてる人が多いと思うからそっちでも良いのかもって感じだね。でもアクションの要素もちゃんと面白いからぜひプレイしてほしいなとは思うのだ。ね、値段が下がった頃にとか。それでもぜひって思うけどもしばらく値下がりはしなそうだけどね。ちゃんと面白いよこのゲーム。無双シリーズをやってなくてもアクションゲームとして面白いと思うからぜひプレイを一考してみてほしいのだ。ちなみにプラットフォームによる違いなのだけどもスイッチ派 30fps、 PS4、PS5 は 60fps、 Steam 版は最大 120fps とのことなのだ。またゲーム本体、シーズンパス付きの他に購入店舗による特典の違いや各種グッズのついたトレジャーボックス版など違いもあるのだ。もう販売終了しているものもあるけどもこれから購入する場合は自分の持っているプラットフォームの他にも色々と吟味してほしいのだ。僕と一緒に二天一流を極めようなのだ。では今回はここまでなのだ。僕はこれからトロコン目指して頑張るのだ。トロコンしたらまた動画出すからよければ見てね。最後までご視聴あありりがとうがとうございございまし。ましたたなのだ。さてと改めて名乗りでもあげとく。いいですね。いささか時代遅れやもしれませんが。では宮本武蔵が養子にして一番弟子二天一流宮本伊織貞次。ここに我が使徒の果たし合いを所望す。よろしい。二天一流階層
新面武蔵守藤原晴信。その挑戦受けて立ちましょう。いざ尋常に勝負。